Hello everyone, I'm Eden. 今日は様々な芸歴をお持ちで漫画家としても活躍していらっしゃるゆずきここなさんに来ていただきました。はい、ゆずきここなです。最近は怪談の話をして怪談師として活動してるんですけど、今までは、セクシー女優だったりとか、あとエロゲの声優だったりとか、あと漫画家だったりとか、いろいろお仕事させていただいてました。よろしくお願いします。なんか、すごく芸歴が多彩で、興味深いですよね。ありがとうございます。私は元ホームレスの訳ありアイドル、エフエンと申します。よろしくお願いします。ホームレスアイドル。こんな可愛いのにホームレスなんて、信じられないです。じゃん。ここなさんの本です。こんな可愛いんですけれども、中身はなかなかリアルな感じの面白い漫画ですよ。ありがとうございます。サインください。ありがとうございます。ありがとうございます。サインいただきました。させていただきました。まず、ココナさんの芸歴についてお聞きしたいんですけれども、最初はアイドルから始められたんですか？最初、撮影会モデルをやってたんですよね。モデルさんから。で、なんか撮影会出て、写真撮られる活動をずっとやってて、で、それだけじゃ物足りなくなって、ステージで歌いたくなって、なんか地下アイドルを始めたみたいな感じですね。歌ってたんですか？歌ってました、ステージに。あと、メイドカフェに勤めていたことそうです。その時、撮影会モデル時代の時にメイドカフェに勤めてて。同時に。はい、同時にやってて。素敵ですね。元メイドさんですよ。元メイドさんです。アイドルライブに出始めてから、だんだんなんか周りの子でテレビに出ている子っていうのが現れたんですよ。ガチタレントさん。そう、そんな感じで。で、じゃあテレビ出るためにはどうしたらいいんだろうって思って、なんか、グラビアやってる子が多かったんですよ。だから、グラビアやればいいのかなと思って、グラビアとかもやるようになって、みたいな。じゃあ、グラビアアイドルさんでもあるんですね。そうですね。グラビアアイドルもやってました。うわ、すごい。グラビアってあれですか？少年誌の最初の方についてるあれですか？あれに乗れる人っていうのはやっぱ結構売れてる人で。そうなんですね。そうですね。多分、一般的な、そんなに売れてない人でもやれるやつだと、DVD 出すぐらいかな。DVD をグラビア DVD 出してました。グラビア DVD というものがあるらしいですよ。なんかイメージ DVD って言うんですけど、ちょっとなんかエッチなことをなんかやる映像集みたいな。そのちょっと前に、なんか ABEX のオーディションに受かって、すごい。コンビニご飯で綺麗になれちゃうかもって ABEX の企画だったんですけど、ABEX とローソンの企画だったんですけど、コラボ企画みたいな。それに受かって、で、1ヶ月マンションに、ABEX が用意したマンションに泊まって、ニコニコ生配信を1ヶ月24時間しながら、ローソンのご飯でダイエットするっていう企画だったんですけど。24時間配信ってすごくない？寝てる間も配信は切らないで、今寝てますって看板出しとくみたいな感じで。ずっと、配信してて。それはダイエット企画？ダイエット企画、コンビニご飯で1ヶ月痩せられるかってやつで、最初体重計乗っかるところから始まって、じゃあこの体重より1ヶ月で落とせるかみたいなのをやる。そういう企画だったんですね。配信で結構なんか人気が出たり。そうですね。そのおかげでファンが初めてついたりとか。すごいですね。じゃあなんかまさにアイドルさん、タレントさんっていう感じのお仕事をされていたっていう、そうですね。で、それ1ヶ月頑張ったご褒美に、なんかドラクエ 10TV っていう番組があるんですけど、ドラクエ10のなんかゲームをやるタレントみたいな仕事もそれで回ってきて。すごいですね。で、ドラクエ 10TV っていうのも出てて。ドラクエは世界で有名ですよね。皆さん知ってますよね。それに出たんですか？出てて、3ヶ月ぐらいずっとレギュラーで出てたんですけど。そうなんですね。ただ私だけ、もう呼ばれなくなっちゃって。なんで？もう本当に全く理由も説明なく、急に私だけ呼ばれなくなっちゃったんで、3人女の子が企画に参加してたんですけど、3人のうち私だけ途中で呼ばれなくなって。なぜだ？で、なんか、初心者大使って企画だったんですけど、名前の消された初心者大使って、すごい、掲示板とかに書かれてめっちゃ炎上して、で、しかも番組辞めちゃった後に、その番組の MC を今もやってるんですけど、さんっていう方が MC やってたんですけど、
さんが私が出なくなった配信の回の時に、ドラクエを踏み台にしたどっかの誰かみたいに言っちゃって、で私が踏み台にした人みたいな感じで、ユーザーから叩かれる羽目になったんです。なぜ？なんか私、呼ばれなくなったから出なくなったのに、なんか踏み台にしてやめたぐらい言われちゃって。芸能界って理不尽だ。理不尽。で、皆さんすごい影響力のある方なんでね。そうなんです。さんが言うんだったら、こいつは最悪なんだろうってユーザーがみんな信じちゃって。炎上しました。めちゃくちゃ炎上して。で、最初、柊かなえって名前でやってたんですけど、それで炎上しちゃったせいで、グラビア DVD 出すタイミングでもあったんで、イメージが良くないから解明してほしいって言われて、で、ゆずきここなに解明したんですよ。柊かなえさんからゆずきここなに解明した。その時なんですね。そうなんです。はい。へー。でもゆずきここなさんになった後もグラビア DVD とかのお仕事を続けていて。そうですね。はい。そうなんですね。どのくらいやってたんですか？グラビア DVD はでも全然売れてなくて、2本しか出せなくて。やっぱり芸能界って厳しいところだ。あとは、コスプレイヤーをしたりとか。コスプレ、いろんなコスプレされてるのを SNS で拝見しました。ありがとうございます。すごく素敵なんですよ。ありがとうございます。そうなんか、他のなんか、結構承認欲求が強いから、なんか、他のなんか自分をアピールする活動をしたいなって思って、で、コスプレイヤーとかをやるようになって、どんなアニメのコスプレしてたとか教えてもらえますか？はい、ソードアートオンラインとか、あとセーラームーンとか、あとは、鈴宮春日もやったし。春日有名ですね。はい。あとは、なんかデジモンとかもやったし、いろいろやってました。衣装とかって手作りなんですか？あれは、なんか私の場合は、中国に、オーダーメイドできる会社があって、写真を送るとその通りに作ってくれるんですよ。すごい、知らなかった。はい。あとは、その間にあれもそうだ、舞台とかも出ました。舞台出演？はい、舞台出演とかもしたんですけど、またそこでもちょっと人間関係がうまくいかなくて。何？炎上したんですか？なんか、当時ちょっとテレビとかにちょいちょい出てたんですよね。で、出てたんですけど、その中で舞台やると、周り、あんまりテレビとか出たことのない、もうなんか駆け出しみたいな人が多いんで、当時すごい性格が、歪んでいたんで、ちょっとそういう駆け出しの人を見下すじゃないけど、ちょっと下に見ちゃってて、で、態度がでかくなっちゃってたんですよね。だから稽古場に行くときに、毎日みんなは、なけなしの交通費を払って毎日稽古に来るのに、スケジュールが忙しいっつって稽古行かなかったりとか、あと朝から晩までみんなは稽古場に顔出してるのに、私だけ1、2時間で帰っちゃったりとか、ちょいちょいまだその時もテレビに呼ばれてたりとかしてたんで、なんか、あれなんですよね。ちょっと前、もう10年ぐらい前に、アイドルが刺されちゃった武蔵小金井の事件があったんですけど。そういう物騒な事件があったんですよ。そうなんです。で、なんかそれに関して、ツイッターで物申したら、それが炎上しちゃって。炎上してるテレビの取材がいっぱい大量に来て。で、なんか全部 OK してたら、なんか、最大的に、TBS 以外全部出たのかなってぐらい、すごい。全部出れたんですよ、テレビに引っ張りだこだ。はい、全部出れたんですよ、一瞬。すごい。それでね、ちょっと勘違いしちゃって、はい。で、舞台はでも、結局、あれですよね、レッスン時間短くても、やっぱり本番もちゃんとこなされてっていう感じで。まあ、なんとか形にはなってたけど、でも多分本当に真剣に演劇をやってる人からしたら、ふざけんじゃねえっていう内容だったかもしれないです。まあ、お客さんは良かったって言ってたけど、演劇人からすると、多分とても稽古量が足りないような感じだったと思います。結構セリフ飛んじゃって、飛んじゃうからアドリブで合わせちゃったりとかしてたんで、テレビとかだったら起点が効くからすごい褒められることだと思うんですけど、でもなんかそういうのをやっぱ台本通りに読んでほしい人たちからすると、なんで勝手にセリフ変えちゃうんだってなっちゃってでもうなんかブチギレてバックヤードで壁蹴ってる子とかいたみたいです。私の態度がムカついたみたいで。演劇の世界も厳しいみたいです。演劇は厳しかったですね。でも舞台に出た経験もありで、テレビとかも出てて、
なんか、すごい華やかそうじゃないですか。そうですね。一瞬華やかでしたね。ねむしろ舞台とか頑張って出てたら、タレント系の大きい事務所の01ファミリアさんにスカウトされて。今のとこピーって入れた方がいいですか？あ、入れなくて大丈夫です。大丈夫ですか？普通に、ピーなくて大丈夫。前行った事務所なんで。01ファミリアさんにスカウトされて、01ファミリアさんに入って、で、そこで、オーディション受けさせてもらって、恋愛リアリティバラエティショーっていう番組、ネットフリックスの番組があるんですけど、それのリアルラブって番組に出させてもらって。いわゆる恋リアってやつですね。はい。それに出させてもらって、で、ちょっとそれでもまたファンが増えて、みたいな。すごい。なかなか話題になったりしました。そうですね、しましたね、それも。だからそれに出てる時だけ、一瞬街とか歩いてると、あれに出てた子ですよね、一緒に写真撮ってくださいとか言われて、初めてそういう経験をしたのが、多分その番組に出てた時ですね。もう有名人って感じだったんですね。いや、ちょっとだけ。でもすごいなぁ。でも元は声優志望だった。そうなんですよ、声優志望だったんですけど、なんか最初に入った事務所に騙されてしまって、なんか声優にしてあげるよぐらい言われたんだけど、そこ全然声優と関係ない事務所で。そうなんですね。バンドマンが、なんか、事務所って言ってやってるだけの団体だったんですよね。でも全然そういう芸能界に最初詳しくなかったんで、そのバンドマンの人がちょっと大御所の声優さんと番組をやったりしてたから、あ、この人と近い人だったら多分大丈夫じゃないかって信じちゃったんですよね。そうか。じゃあ、そこの事務所では声優さんにはなれなかった？なれなくって、しかもテレビとかも自分で X で結局取ってきた仕事だったんで、X が炎上したことによって来たオファーだったんで、多分自分の力だけで営業とかもマネージャーとかいたわけでもなかったんで、営業とかも特にしてもらえるわけでもなくて、そこにいた時は本当に自分の力って感じでした。自力で仕事を取ってくる。そうです。自力で取ってました。すごいですね。でもそう考えるとなかなか炎上も捨てたものではない。そうやって思っちゃったんですよね。だからツイッターに尖ったことを書けば炎上するし盛り上がるし、なんかテレビに声かけてもらえるかもしれないからって思って、尖ったことばっかり書いてる時期がありました。そうなんだ。そう、バズってほしいなっていう感じで。それはあれですか？やっぱ書けば炎上して計画通りみたいな。そんな感じです、そんな感じです。そういう感じだったんですね。私まだ炎上ってしたことないんですよ。だから炎上した時には相談させてください。ぜひ。その01ファミリアに入ってから、しばらくオーディション受けまくる日々だったんですよ。で、ちょいちょいテレビとか出てたんですよね。でもやっぱりオーディション難しいんですよ。全然受かんなくて、でマネージャーにオーディション受かんないんですけど、どうしたらいいですかねって相談したんですよね。そしたら、なんか、いや、多分、お前の見た目だと整形しないと結構厳しいよって言われちゃって。そんなこと言われるんだ。言われました。でも周りがもう売れてる可愛い人たちばっかりだったんで、その中に入ってたから、じゃあ確かにその中じゃ言われちゃうなって今だったらわかるんですけど、当時はなんでそんなこと言われなきゃいけないんだろう。じゃあ整形した方がいいのかなとか、ちょうど悩み始めてる時期に、ホストにハマっちゃいまして。ホスト？ホストにハマっちゃいまして。ホスト？日本の闇ホスト？ホストにハマっちゃいまして。で、歌舞伎町に通うようになって。歌舞伎町に。で、いわゆるホストの育て営業っていうのにハマっちゃったんですよ。育て営業？お客さん育てるために、お店行かなくても、お金使わなくても、恋愛みたいな感じで LINE くれたりとか、そういうやりとりをしてくれるんですよね。家行ったりとかもさせてもらって。いや、もう勘違いしちゃって。それはなんか自分が彼女じゃないかって勘違いしちゃいますね。勘違いしちゃいましたね。しますよ、それ。そうしちゃって、ある日、もう店に来ないと会えないって言われちゃって。したらやっぱ会いたいじゃないですか。めちゃくちゃ悩んだんですけど、お店行ったんです。で、1万円ぐらいかなって思ってたんですよ。相場を知らなかったんで。行ったら1回で5万飛んだんですよ。ってなって、で、その時はまだ口座に貯金とかもあったんで、5万とりあえず下ろして払ったんですけど、これはお金を貯めないと、どうにかしないともう会えないぞって思って、で、会いたいなっていう気持ちの方が強かったんで、勝っちゃったんで、どうにかしなきゃって思ってた時期だったんですよね。で、オーディションとかも全然うまくいかなかったから、じゃあもうここやめて、AV とかやった方がいいんじゃないのかなって。
なんか AV タレントさんはい。とかも、なんか最近は華やかな方が増えて、そうそうそう。なんかアイドルとか、インフルエンサーみたいにすごくなんかこう華やかな業界みたいな方もいらっしゃいますよね。はい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 。で、AV の面接受けに行って、01ファミリアは辞めて、受けに行ったら、たまたま、なんか単体っていう待遇がいい条件で、受かっちゃったんですよ。いや、でもそれすごくないですか？はい。そうなんですね。はい。それで出演されたんですか？出演しまして、多分全部で12本毎月撮って1本ずつ撮って、全部で12本ぐらい出ました。すごい。12本も出してるの？はい。で、写真集とかもタイとかに、海外に行って撮ったりとか、その時とかもちょいちょいアベマ TV とかの仕事もらったりとか、あとあれ、砂の器っていう、ドラマがあるんですけど、それに女優として出させてもらったりとか。じゃあ女優さんでもあるんですね。そうですね。素敵です。はい。今は AV とかのお仕事はされてない？去年ちょっと再チャレンジしたんですけど、再デビューってあんま需要がないらしくて、全然売れなくて、AV 新法っていう新しい法律もできちゃった関係もあって、書類を契約して1ヶ月経たないと撮影できないルールなんですけど、それのせいでちょっとめんどくさくなっちゃって、全然いい感じにいかなくて、年間で4本撮影しただけで終わっちゃいました。はい。しかもギャラめちゃくちゃ下がっちゃって。そうなんですね。はい。やっぱ単体っていう扱いじゃないと、そんなに。いや、もらえないですね。風俗に行った方がもらえるんじゃないかぐらい。そうなんですね。AV の世界も厳しいらしいぞ。AV を12本取ったところで、次も契約が厳しいって言われちゃったんですよ、単体の契約が。なんで、事務所ともちょっとうまくいってなくて、事務所が結構オラオラ系だったのと、あと、私が信じてたマネージャーさんが、所属してた先輩の女優さんと、子供できちゃって結婚することになっちゃったんですよ。めっちゃショックで。ショックですね。ショックですよね。しかもなんかすごい単体でめちゃくちゃ売れてる女優さんとかでもなかったんですよね。そうなんですか？結構リストカットとかめっちゃすごくて。で、なんか私あんまりリストカットの人見てたら申し訳ないんですけど、リストカット否定派なんでリストカットをしてるような、なんかプロ意識の低い女優と、マネージャーがそんな関係になってんだって思って、なんか気に入らなくて、で、事務所ともあんまりいい関係じゃなくなっていってたんで、事務所辞めることにして。でもなんか、ここだけの話、なんかグラビアとか、見てると女の子の手首のところにモザイクかかってたりするの最近よくありません？そうです、あります。たまにいます、たまにいます。たまにいて。ね、私も、って思うことは、可愛いと思って見てたら、みたいに気づいちゃうことがあって。たまにいらっしゃいます。で、うまくいかなくて辞めることになったタイミングで、いや、声優もともとやりたかったし、ダメ元で、アニメの声優は難しいけど、エッチなゲームの声優だったら、まだいけるんじゃないかと思って、そこの事務所のオーディションを受けたんですよ。そしたら受かって、すごい。で、やることになって、で、最初1年下積みで事務所のレッスン通って、通って1年後ぐらいに、じゃあ、仕事を取ってきますよ、みたいな感じの空気になって、仕事取ってきてくれて、で、ゲーム声優デビューしました。ゲーム声優。なんかすごい、ゲームの声優さんっていいですね。なんか憧れの存在ですよね。それは結構、なんだろう、いろんなゲーム出てたんですか？キャスティングする人が1年目は結構いい感じの人だったんで、その人の時は結構出れたんですよね。すごいですね。でもその人がちょっと社長と揉めちゃって、で、キャスティング権なくなっちゃって、で、キャスティング権なくなっちゃってから社長ワンマンになっちゃって、で、社長ワンマンだと社長の気に入った子しかキャスティングしてくれないんですよ。で、社長となんかそういう体の関係とかあるっぽい子ばっかりキャスティングされるようになっちゃって、で、喧嘩してやめました。そうなんだ。でも結構、出演されたゲームとしてどんなキャラクター演じられました？なんか、科学者のママ。科学者のママ。アンドロイドの娘がいて、みたいな。で、なんか、親の、これ YouTube で言っていいのかわかんないけど。ピーしときます。シーンとか演じたりとか、あとは、なんか、
あれ、異世界から来たお姫様の役とか、はいちょっと、エッチなことが好きなお姫様の役とか、うん。あとは、何やったっけ、あと、なんかの種族の、うん。なんか、獣耳生えた女の子の役と、あと、タヌキの役。タヌキの商人。なんか、エッチなアイテムを売ってくれるタヌキみたいな。はい。なんかそれはすごく楽しそうですね。あ、すごい楽しかったです。すごい楽しかったです。はい。で、なんかその時に、ゲームの主題歌とか歌うの夢だったんですけど、主題歌の仕事も実現して。あ、私 CD 買いました。ありがとうございます。あれですよね、夢の途中ってやつですね。あ、そうです。ありがとうございます。結構あれですか、音楽活動とかもされてたんですか？してましたね。はい。あんまり上手くならなかったんですけど、ボイトレとかも一生懸命通って、一応やってました。はい。ココナさんの歌は YouTube とかで聞きたりしますので、概要欄にリンク貼っておきますね。よかったらぜひ聞いてください。